MMA フライ級世界チャンピオン若松優也選手です。本物ってやっぱこう画面じゃ分かんないんだなっていうか、そういうものがやっぱり最後はその強さに直結するんだなっていう。そういうね、ちっちゃい育って上げてまた次を相手にしていくみたいな。こんにちは、白川隆二です。そしてワンチャンピオンシップ MMA フライ級世界チャンピオン若松優也選手です。はい、よろしくお願いします。いや、本当大変光栄です。もう MMA の世界チャンピオンの方に合気道をいただいて大変こちらもめちゃくちゃ光栄です。ありがとうございます。本当視聴者の方に伝えたいんですけど、若松選手の凄さですよ。いやもう MMA で、しかも世界の強豪と戦って、チャンピオンって本当に難しいですよね。まあラッキーでした。いやでもその中でこうやって日本人として嬉しいです。やっぱ日本人がなかなか MMA で勝てない中で、こうやって世界チャンピオンの日本人がいるというとすごく誇らしいので、ぜひありがとうございます。これからも防衛し続けたいです。はい、ぜひで、若松選手といえば子供の時から捨て頃で世界最強を目指したって書いてあったんですけど、どういう状況なんですか？いや子供の頃って野球とかサッカーとか好きじゃないですか。いきなり捨て頃出てくるんで、どんな人生を歩んでたかなって。いやなんかサッカーとかいろいろやってたんですけど、男としてなんかこう素手でその武器とかも使わないで一番強くなりたいなって思ってて、例えば街とかで喧嘩でいきなりこう殴れる人って結構少数だと思うんですけど、その中でもうなんていうんですか、一気にこう叩き込めたりとか思いっきり打てるこうやつが一番強いんじゃないかとか履き違えちゃっててなんか漫画の影響とかですか？バキとかそういうなんかちっちゃい頃から強さっていうのは憧れてて、ドラゴンボールとかウルトラマンとかそういう仮面ライダーとか強さっていうのに憧れがあったんですけど、なかなかその地元は田舎なもんで、そういう武道とかにあんまり触れる機会があんまりなくて、喧嘩というか外でそういう真似事みたいなのをしてて、全然違う強さを履き違えた時期があって、でもそれがきっかけで総合格闘技に出会えて今に至るって感じで、でその MMA 総合格闘技やる中でどういったタイミングでその精神的に変わったんですか？例えば強くなろうだけじゃなくて、その感謝だったり、自分自身に打ち勝つことが強さだみたいな。そうですね。やっぱこうトライブ東京に入って先輩たちがすごい強くて、かつこうすごい優しい人たちだったんで、こう本物にこう触れて、やっぱ見た目とか外見とかだけでそういう強さとかじゃなくて中身なのかなってちょっとずつ気づいて、それでまた調子に乗って負けて、そこからまたちょっとこう打ちのめされて、こう自分の弱さを気づいて、そういうのでこうやっぱこうだんだんこう削られていって、何が一番大事なのかなと思った時に、やっぱメンタルっていうか自分の中身なんだなっていう、魂なんだなっていう、折れない心だったり、その不屈の精神とかそういうものがやっぱり最後はその強さに直結するんだなっていうのは、だからそれこそ感謝とかそういう本当にシンプルなことっていうか、その目に見えないものっていうのが一番僕は今大事だなっていうのを、それは格闘技を通じてこう精神的なものにこうたどり着いた感じですかね。分かんないですけど、でもやっぱそういう精神的なものをやっぱ現役の、世界チャンピオンにいただくとやっぱりすごい説得力ありますよね。嬉しいです。ぜひありがとうございます。合気道に興味持っていただいたきっかけって何ですか？だって結構よく合気道って馬鹿にされやすいんですよ。こう戦うわけじゃない、実際戦ったり試合があるわけじゃないので、やっぱり特に MMA 選手から見れば全然大したことないんじゃないかなと言われる中で、なんでこうやって。もともと合気道はグラップラーバキとか塩田剛三さんで合ってますよね。合ってます。そのバキのモデルの。そうですね。でああいうところでもとんでもない達人みたいな感じでやっぱ描かれてて、正直僕もいやーって思ってたんですけど、去年角田初美さんとのコラボの時にちょっとだけ受けた時に、格闘技でもやっぱりこうトップの人間ってやっぱすごいと思うんですよ。全てボクシングとか全てにおいて、白川先生も合気道でトップで、やっぱ本物ってやっぱこう画面じゃ分かんないんだなっていうか、もう本当にすごかったんで、やっぱ学ぶべきことあるなって思って、でその居合とか使えるから残ってるわけであって、でかつその使いこなせる人ってやっぱ普通の人じゃ絶対無理だと思ってて、だから僕もある程度そのいろんなものに触れてきたんで、武道を学んでみたいなと思って、
はい、それでちょっとお声掛けさせていただいたんですね。光栄です。やっぱり本当に合気道ってもともと何かの武道、例えば柔道とか剣道とか有段者しか最初はもともと習えなかったものだったりするんですよ。っていうことは直接投げたりついたりするわけじゃなくて、重心移動だったり、結構究極的なそうですね。ある程度フィジカルとか、なので昔はそうなんです。誰でも入門できるわけじゃなくて、ある程度こう武道の有段者しか学べなかったものが、ある種合気道ってエッセンスだと思うんですよ。自然体で動くとか重心移動とか、関節の構造をうまく使って、それだけでなかなか戦えないと思うので、やっぱりこういろんな格闘技やられてて、しかも心技体しっかり揃ってる若松選手だと、こう一見合気道って MMA 全然関係ないんですけども、でもそのエッセンスっていうのは絶対共通してると思うので、武術っていうのは格闘技、そういう人がやっぱりちょっと触れていただくと絶対少しでもなんか刺激だったり参考になると思いますので、めちゃくちゃ刺激になりますね。今日もよろしくお願いします。ぜひ合気道体験してください。ありがとうございます。よろしくお願いします。美しい合気道で、今回はですね、合気道独特な体の使い方で、組んだ時に楽にこう普通は力でこう投げると思うんですけど、腕力じゃなくて自分の体の軸、中心軸とリラックスを使って投げるというのがあるので、ちょっとこれ見てもらって、こういう連続でこういう体さばき、実際にはなかなか組んだなかなか難しいとは思うんですけど、体さばきで実は肩の柔らかさと、それからこう体を密着させる、こういう力がかかってるんですよ。体のちっちゃい円の力、こういうちょっと練習で、腕力じゃなくて体軸で投げるという練習です。組んだ時にこういう練習をちょっと、本当は実際はこう腰引かれたら今の状態なんかなかなか作れないんですけど、合気道って普通の格闘技とか多人数を想定しているので、これが何人も来た時に体さばきだけで、小さい体さばきで小上で小さい体さばきで投げてまた次を相手にしていくみたいな動作なので、こういう技になるんです。その中でちゃんと居合がしっかり入っておりまして、まず組んだ時にこの手最初下げる、でこと肘を上げると、体の構造上をこう投げることができる。でもそれを例えば腰を使って投げるんじゃなくて、まさに中心軸でこうすれ違うからのことでこう使っていく。そうすれ違うから。ちょっとゆっくり分かる人にやっていただきたいですけど、組んだ時に掴まないですか？掴んでもいいですよ。道具である場合は掴んで、あとこっちの肘を上げる。でその時になるべくグッとじゃなくて、本当に省エネで円を描くように体と体、胸と胸をつけるぐらいに近づいて、こう円の力でシュッと、これこっちの円運動、体の円運動両方を使って投げていきます。そうですね。しかもちゃんと足かけてたらもう完璧です。でも合気道は足かけちゃダメなので、でも本当ですね。そう、実際足かけた方が効率的ですけど、それを足もあえて使わないで、こう連続で投げるっていうのは省エネじゃないとなかなか投げれない。お願いします。それがフィジカルもありまして、リラックスもできてるので、もう教えることないです。素晴らしいですね。でもそれを2人で行くので、ちょっとゆっくり1回投げてもらって、でこう来るので、より早く投げた後に今度こっちを見てください。こう投げて、次常に相手とこっち来るから、そうっていう練習。合気道の多人数さばきといって何人かいるんですけど、常に投げた後相手を見る、後ろを捉えないように見てみます。投げた後常に相手を見る、でずっと投げて相手を行くっていう練習があるんですよ。でそれには力んでたらなかなか連続でできないので、なんかなるべくリラックスしながら小さいさばきで
いう練習なので、ちょっとこれをチャンピオンなので20本10本ね、はい、20本20本ね、はい、20回投げたのが練習。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、すみません。疲れますね。はい。これをやっぱり息を止めないで、はい、呼吸をしながら正面で投げていく。はい。すごい。めちゃくちゃ疲れます。そうだからこれが腕力でやってたらなかなかはい、できないんですけど、まさに中心軸を使いながら投げていく。はい。これあれですよね。格闘技にもそう打った後とかこう投げた後こう常にこう相手をなんていうんですかこう見るっていうか、やっぱ相手からこう目そらしたらやられちゃうんで、もう常にやっぱこう打った時もこう見とくっていうか、はい、それすごい練習になります。そうなりますよね。であと受け身側もやっぱりしっかり受け身取らないと怪我しますし、はい、受け身した後すぐ立つ、はい、で相手の方にすぐ向かう、はい、多分こう投げられた後にそれで終わりじゃなくて、はい、投げられた後にすぐ投げてください、はい、すぐ相手に行くっていう練習、はい、でまた投げるお互いの練習なんです、はい、でもすごいですね、やっぱもうチャンピオン 20回連続素晴らしいです。本当ですか。はい、結構楽しいですね。そう息上がりますけど、まあ、そういう練習実際にこんなに簡単には投げれないんですけど、まあ、そういう体の使い方も、はい、練習です。なるほどです。よろしくお願いします。さあ行くぞ。今度体の使い方で、こう腕を引いて投げる、例えば、こういう呼吸投げがあるんですけど、これは腕力でグッと引っ張ってるんじゃなくて、腰、脱力と腰で、脱力と腰をやってるので、例えば腕力だとグッとやるとか、脱力と腰はこういうぐらいかかってます、力が。かといってこっち強いわけではないですね。まさに腕を通して実は腰に効かせるんですよ。腕を通して腰に効かせるだけなんですよ。体の使い方ですよね。でその時に肩がこう上がるんじゃなくて、まさに本当にリラックスしながらっていう息が入ります。一気にちょっとこれ練習していきましょう。これも持って、もし本当に投げたいったらしっかり持つし、あと手首持ってもいいです。もしノリだったら手首を持って、そしてストッと引っ張りながら、そういいっすね。そうですね。そうでここで引っ張ると投げやすいです。引っ張りながら今のと同じ使い方です。じゃあちょっとすごいできているので、こう肩甲骨使って、今度肩甲骨と脱力、肩甲骨と脱力、っていう感じです。これまさに肩甲骨なんですよ。バンって言います。うわ、これ難しいです。でもそれは今度練習してみましょう。はい。お願いします。今度は、本当にこう腕なんですけど、腕の力で例えば腕の力で引っ張るとなかなか厳しいですよ。肩甲骨をここを意識して、本当に脱力で一気に沈み込む。肩甲骨を回すぐらいの勢いで引いていきます。いやちょっとでもいいですか。最初だと最初でこれはうまいですね。素晴らしいです。でもなんか実感ないさんもあとは逆方向性で真ん中危ないので、こっち側の方向にどっちかにお願いします。ちょっと反動が上に反動があるので、下げる。そう、肘を下げます。おお、うまい。
きますね。素晴らしいですね。いいですね。どうもお願いしましょう。これもだから省エネでいかないといけないので、はい、練習しましょう。はい、これです。掴まれる方ですよね。掴む。あ、でもこれは結局こう掴む練習もしてみましょう。こういうふうに、ここ小指側を掴んで、小指側を掴んで、それでちょっと10本やってみましょう。お願いします。はい、です。これはまたちょっと難しいですね。肩甲骨を使う練習で、あと体の向きを使わなきゃいけないので、うわ、めっちゃ疲れます。さっきよりなんか、そう、さっきより普段からやらないんで。そうですよね。はい。素晴らしいですね。肩甲骨の使い方。いや、ありがとうございます。最後の両手難しかったです。両方使うので、また合気道独特の体の使い方。そうですね。でも共通するのは力んでいたら絶対連続投げれないし、なるべく省エネで効果的に投げていくっていう体の使い方なんです。なんか呼吸法とかって意識してるんですか？あります。投げるとき必ず自在にこう、そう美しい合気道のすべてがここに。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。知識ゼロから学べる合気道のしなやかで美しい動き。書籍美しい合気道、角川より発売。